こんにちは、モネです。今日の動画は自作リフィルについての動画第2弾。作業動画を見ながらリフィルを作る時のポイントを紹介です。第1弾は自作リフィルのいいところと使っている道具を紹介しました。まだ見てない人はこちらの動画も合わせて見てみてください。今後第3弾のパソコンがなくても作れる自作リフィル、第4弾の今まで作ったリフィルを詳しく紹介も公開していくのでお楽しみに。そして今日の動画はあくまでも私はこうしてるよっていう一例ですので、これが正しいって言ったものじゃありません。手帳時間を楽しむために私がやっている時短テクに過ぎないので、少しでもこれいいかもがあったら皆さんのリフィル作りに役立ててもらえたら嬉しいです。動画を見てて気になったポイントや質問はぜひコメントで聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しい手帳時間いってみましょう。第1弾の動画でも紹介したんですが、私はデザイン編集に特化した Adobe の InDesign っていうソフトを使っています。InDesign はイラレや Photoshop と同じデザインソフトで、本などの冊子物を作るのに特化したものになっています。デザインの現場で使われているソフトなので馴染みがない人も多く、皆さんの使っているソフトと勝手が違うところが多いかと思います。月額6000円近くお金を払っているっていうこともあって、本当に細かいところまで手の届く優れものなんですよね。お持ちのソフトの性能によってできるできないが左右されると思うので、どうか自分の使っているソフトでこれはできそうだなっていうところや、私のソフトならこの機能でできるかもみたいに応用できそうなところをぜひ取り入れてみてください。私がね、ワードやエクセルで作れたらよかったんですが、全然使えなくてごめんなさい。ということで今回作ってみるリフィルは何かとあると便利なリストです。私のバレットジャーナルでもインデックスや映画レビューのリストだったりとか、ウィッシュリスト、あとは引っ越しリストなどをいろんなところで使っています。私がリフィルを作る時の流れをまずはざっとお話ししますね。工程は全部で6つ。1つ目が用紙サイズを設定で、2つ目が周囲の余白、マージンっていうんですけどを決める。で、3つ目が文字や表など素材をとりあえず全部置いてみる。で、4つ目が素材のサイズを調整。で、5つ目がフォントを決めて、で、6つ目がデザインをする。で、最後完成ですね。こんな感じの流れになってます。今日はこの流れを画面共有しながら、おしゃれに見えるコツを一緒に添えながら紹介していきます。長い動画になっちゃいますが、よかったらお付き合いください。それでは作っていきましょう。まずは用紙サイズを設定します。私は家のプリンターで印刷するとき、A4 の紙に印刷するんじゃなくて、自分のリフィルサイズに紙をカットしてから印刷しています。それに合わせて作るデータの用紙サイズも自分のリフィルサイズに設定しています。そうすることで画面で実際の見え方を確認しながら直感的に作業を進めていけるので、用紙サイズの設定はおすすめです。ちなみに私は英語スリムサイズを使っているので、縦が 210mm、横が 140mm の用紙サイズに設定しています。私が英語でなく英語スリムサイズを使っている理由は実はインデックスにあります。このインデックスが英語サイズにしてしまうと、バインダー自体が英語ぴったりに作られているっていうものもあるので、バインダーによっては本当インデックスがつけられないなんていうこともあるので、少し横幅の狭いスリムサイズを使っています。で、一応バイブルサイズを作るときは縦が170、横が 95mm の用紙サイズに設定しています。用紙サイズの設定ができたら次にするのは余白の設定です。実はこの余白がね、おしゃれに見せるためのポイントだったりします。余白を設定するとき、右のページと左のページで余白の取り方が変わりますのでご注意ください。このシステム手帳の場合、穴を開けるので、その穴の分余計に場所を取ってあげることでバランスのいいリフィルが出来上がります。ちなみに私の設定は天と地、上と下ですね。
上と下の空きがそれぞれ 15mm、 穴を開ける側の、喉っていうんですけど、この喉の部分は 23mm で、反対側の穴を開けない側は小口って言って、その小口は 12mm に設定しています。ちなみにバイブルサイズはペンチが 10mm、 喉が 15mm で小口を10に設定しています。ソフト上では線が入っているように見えるんですが、印刷にこの線は映りません。あくまでも作る時のガイドになってくれるんですよね。このガイドがあることでデザイン自体が揃って見えるので綺麗に見えるようになります。もしお近くに本があったらちょっと見てみてほしいんですけど、大抵一冊通してこのマージンの設定っていうものは同じに作られています。マージンの設定を一緒にすることで一冊を通してまとまりが出るんです。手帳も同じで、このマージンを面ごとに共通してあげることで見え方が一気に揃って綺麗になります。でもね、そんな几帳面に同じ余白とか考えなくて大丈夫ですからね。余裕がある時にぜひ意識してみてください。余白の設定が完了したので3つ目の工程に入ります。お次は素材をとりあえず置いていきます。この1ページの中にどれだけの要素が入るのか把握するためです。今回はブックリストを作るので、リストのタイトルとリストが主な素材になります。リストのタイトルは今回は読書用のリストを作りたいのでブックリストとしておきます。今はとりあえずなのでフォントはこのまま。そしてリストはソフトの表機能を使って作っています。今回は日付、本のタイトル、レビュー用の星、この3つを入れてみようと思います。リストの段数は今は適当にとりあえず25段用意してみました。何もデザインしてませんが、とりあえず今回作りたいブックリストの必要な素材は準備できましたね。4つ目の工程は素材のサイズを調整していきます。大きさとかは好みなんですけど、タイトルが大きめで、他の付随するもの自体はタイトルより目立たないようにちょっと小さめにしてあげるのが基本です。フォントによって大きさは変わるので、見た目で好きなサイズにしてしまって大丈夫です。そして表の幅自体も自分の書く文字のサイズに合わせて段数を決めていきます。横幅も日付よりタイトルのが広く場所を取りたいので調整をして、今回はブックリストなので読んだものを一覧で管理できるためのリストということで、自分の中の作品へのレビューを星評価にしたいんですよね。で、表の評価項目には白い星を5つ入れます。星って打ち込むと変換で図形の星が出てくると思うので、これをコピペで5つ並べます。こうすることで印刷した後自分の評価を黒で塗りつぶすことで星評価に変えられます。あとは表の同じ項目部分に星5つをコピペしていきます。なんとなく整いましたね。このタイミングで大体のサイズ感が決まりました。で、5つ目はフォント。よくフォントは何を使っていますかって質問をいただくので紹介します。私は Adobe のクリエイティブクラウドに契約することによって使える Adobe フォントっていうものを使っています。リフィルでよく使うのはレイクサイドとクイラーとレターゴシックをよく使っています。実は無料のフォントを使ってないんですよね。参考にならなくてごめんなさい。やっぱり無料フォントを使わずに有料フォントを使うのは、初対デザイナーさんがやっぱりね、ちゃんとしっかりとデザインしているものなので綺麗なんですよね、一文字一文字が。で、そういった綺麗なものを使うと内文字だけですごくタイトルがバッチリと決まってくれるんですよ。本当にデザインする時の心強い味方です。今まで使っていた映画のリストと揃えたいので、今回使う書体はタイトルにレイクサイド、
で、表の項目にクイラーを使います。ちなみに無料でも使えるフォントってたくさんあるので、ネットで無料フォントとかフリーフォントなどのキーワードで検索してみてください。ただやっぱりね、信頼性のないサイトでのダウンロードは気をつけてください。結構海外のサイトとかね。パソコンがウイルスに感染しちゃう恐れもあります。あとはフリーフォントって言っても使っていい範囲が規則で決まっている場合が多くあります。作った人のクレジットを必ず書かなきゃ使っちゃいけないよとか、個人利用の範囲でしか使っちゃいけないよとか、もしもフリーフォントを使って SNS でアップする際とかは利用規約をしっかり読んで気をつけてください。さあ、大体整ってはきたので、この状態でも使えますが、せっかくなのでちょっとデザインしていきます。今回私は以前作った映画リストに合わせていこうと思います。表機能を使って今回リストを作っていますが、表をね、おしゃれに見せるコツは何といっても線が重要になってきます。太い線はどうしても主張が激しくて悪目立ちしてしまうので、私は基本的に線幅を 0.1mm にしています。さらに今回は両脇の線をなくしちゃおうと思います。これだけで随分雰囲気変わりますよね。で、さらに縦の線の主張を少なくするために縦線を点線に変更します。ここからはもう少し表にデザイン性を追加していこうと思います。今度は表の項目部分にデザインを加えます。項目部分は線じゃなくて塗りにして、項目の区切り線が今点線なんですけど、その点線を実線にしちゃって白にすることで項目ごとのボックスになってくれます。表のデザインができたので、次は四角のボックスを作ってフレームを作ります。色のついたボックスの上に白いボックスを乗せて作るっていうこともできるんですが、今回は線を太くしてフレームにしています。フレームをつけると中の表をちょっと縮めないといけないので、文字を書くスペースは少なくなります。ちょっと微調整をして、調整が終わった表をフレームに対して中央に来るように整列します。他にもデザイン編集ソフトだと、この四角の線に対して角を丸っこくしたりとか斜角にしたりで、こういうねことを選択一つで変えることができます。ただ文字を置いた時に比べて色も入ったことでちょっとおしゃれ度が増しましたね。今回はこれで完成です。あとはこのデータを取っておいて、必要な時にお家のパソコンでプリントアウトします。今日の動画は自作リフィルの第2弾、作業画面を見ながらリフィルを作る時のポイントを紹介でした。今回作ったリフィルも含めダウンロード版と現物をお届けする物販をネットショップで販売してます。ちょっとね、自分で作るのはやっぱり無理だわみたいな人はぜひ覗いてみてください。無料ダウンロードできる素材も用意してます。ダウンロードした素材は個人で使う範囲でしたらご自由に加工して大丈夫ですので、ぜひ部分的に素材として使ってみるのもおすすめです。最近嬉しいのが、真似して作ってみましたとか、リフィルダウンロードしてみて使ってみましたっていうのを Twitter や Instagram でタグ付けして教えてくださる方がいて、嬉しい気持ちでいっぱいになります。参照元にチャンネルを紹介したいって言ってくださる人もいて、めちゃくちゃ光栄です。ありがとうございます。ぜひ許可とか取らなくて大丈夫なので、ぜひ紹介してやってください。次回はパソコンがなくても作れる自作リフィルを紹介していきます。ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。